分資金が不足して赤字状態だわ。何か解決策を練らなければ。吉兆、面白いものを持ってきたんだが、勝負しないか？はあ。急に押しかけてくるなり勝負しろなどと常識のない蛮族だこと。お前がよくやってる奇襲と何も変わらないんじゃないか？それに道を外れた畜生界に常識なんてものはないだろう？なになに、取ったの？私が勝負しようって言っただけでヤチエのやつバカにしてきたんだ。お金がないなら10日で1割で貸しますよ。この辺なら良心的な方でしょ？お前金欠なのか？私がこの部屋に来る前すれ違ったあなたの部下が、最近まともに飯が食えてない、って愚痴をこぼしていたわ。最近あなたたち秘訣組の動きが静かなのはそういうことなのかしら？小水組長さんの指示で忠実な部下が私を欺くために演じてたのかもしれないけどね。しのぎのしのぎも知らない方にがこっちの真似事するもんじゃないですよ。私の話に乗らないなら先の勝負に乗ってあげてもいいんじゃないかしら？どうせお金に困ってるんでしょう？自分では手を下さず2人で潰し合い2対1で決まりだな。勝負だ吉兆。話を聞け畜生ども。面白いものと言っていましたが何で勝負するのですか？最近巷でこういう札が流行っているらしい。何ですか、これ。ちょっと前に私のアジト周辺に変なやつがうろついててもらったんだが。天中ござる？とかいう商人を名乗る変な格好をしたやつが、このカードは今地上で最も需要の高い物かつユニークな娯楽品、祝勝会でもぜひ有効させてほしい、と、身なりこそ変だがタダでくれるというもんだからありがたくもらっておいたんだ。何よりこれで吉兆と勝負したら面白そうだったからな。なんでそんなうさんくさい商人の話を信じようと思ったんですか？地上でこのアビリティカードが有効しているというのは一応偵察部隊から事前に耳にしてはいたんだ。しかしわざわざ地上から行き来すること自体が危険な畜生界に足を運んできたのは並大抵のものではないと感じ信じてもいいと思ったまでだよ。根性の曲がった吉兆よりは信じられる。その変な格好をした商人は畜生界でカードを有効させてほしいとのことでしたよね。意味を茶入れて？そう言っていたな。勝負に乗りましょう。勝った方がカードを流通させる主導権を獲得できるというのはどうです？いいだろう。まゆ。埴輪なんてダッセーよな。アビリティカードの方が面白いよな。人間兵が埴輪の娯楽品に飽きてカードが流行り始める。ケーキ様への進行度が落ちる。紙切れ一つで私の地位が脅かされるわけないでしょ？そんな子供騙しの紙切れより私の作った埴輪のボードゲームで遊びましょうよ。絶対流行るわ。それ私たちに何のメリットがあるんだ？勝った方に賞金を出すわ。こいつ何をこんなに焦っているんだ？アビリティカードが有効することに何か苦労があるのでしょう。一層やる気が湧いてきたね。まあ落ち着いてください。あなたが取り乱してる理由は大体想像がつきます。あなたも勝負に参加して見事に勝利したら私たち2人ともカードから手を引きましょう。いいですか、黒コマ。本当はお前と差しで勝負したかったがいいだろう。ゲームは人数が多い方が面白い。何を見透かした気になってるのか知らないけど、私が勝ってあなたたちのビジネスチャンスを台無しにしてやるわ。それでゲームはどのような内容なのですか？このカードには一枚一枚に異なる妖怪の力が込められていて、オリジナルの力ほどはないが疑似的に能力を体感できるという代物だ。どれも同じ柄でどんな能力が発動するのか想像できないのですが。多分ゲームを開始すれば絵柄は浮き出てくるはずだ。このリストにカードの種類が載っている。結構種類ありますね。カードの
はその数値を使って勝敗を決める。アビリティカードの効果は活かさないんですか？屋内で使用したら危ないだろ。そう。それにルールはシンプルな方が面白い。複雑なルール覚えられないだけだろ。大方ルールは山札からカードを1枚引き、数値の大きい方が勝利といったものでしょう。話が早くて助かる。早速勝負だ。ではカードを動物霊にシャッフルしてもらいましょう。あなた能力を使って中身を把握しているであろう狼霊から有利なカードが配られるように刺激するつもりでしょう。しかしカードは現状柄が何もわからない状態ですよ。狼霊を操ったところでカードの中身はわからないもののはずですが。カードを持ってきたのは先よ。わざとカードの使用を明らかにしてない可能性だって十分あり得るわ。動物霊の後は何人にシャッフルさせてちょうだい。私が嘘をついているというのですか？私はそんな卑劣なことしないぞ。わかってますよ。とりあえずサキさんは嘘をついてなさそうね。野球さんもサキさんの信念を組んでくれるわよね。私イカサマなしの真剣勝負がしたいわ。いいでしょう。そういった疑いをかけられた以上断ることはできないですね。念のために聞きますがあなたたち2人で組んでいたりはしませんよね。私がこの紙切れを有効させたくないからには手を組む必要性がないわ。むしろ私を狂気の敵にしているあなたたちにとって私が負けるのは好都合でしょう。なるほど。先ほどの会話の空気台を見て察したでしょうが私もそこの脳筋と組んでませんのでご安心ください。そう。じゃあゲームを始めましょうか。これただの紙切れじゃない。私と見た力が込められてるからには正確に神が関わってる可能性が高いわね。この程度なら私の力でカードの効果を作り変えられそうだわ。もしこのカードが花札やトランプのようなただの紙だったら動物霊や他者を利用しない限り傘ができなかった。かつての中口にもカードは効果からして、おそらく誰かの魔法や能力によって作られたものだ。だとしたら効果が発動した瞬間、私に逆らったとして私の能力で無効化できる。とかおめでたいこと考えているんでしょうね。でもこのカードに付与されているのは神に近い力。野球のような半端者の能力で到底通用するものではないわ。この勝負私の勝ちね。シャッフルが終わったようですね。ではカードを各自1枚ずつ引いてゲームを始めましょうか。いいように利用されてるだけかもしれないのに、どこの馬の骨かもわからないやつからもらったものを受け入れるなんてよほど暴力なのね。勝ちを作るのですよ。謎の商人の特定次第骨の像まで救出します。まだ強打は使う。1枚で決着をつけるぞ。いざ、尋常に勝負。何も起きないぞ。野球の能力が発動した？いや、まさかそんなはずは。カードの効果を書き換えようと試みたけど、カードは強い結界で守られていた。この私でも力が及ばなかったというのに。野球はカードにどんな絵柄が浮き出てきたの？元のままですよ。このカードまがいものなのではないですか？まあ商人の話があまりに長すぎて覚えてないところあるからな。は？それで多分とかおそらくって説明があやふやだったのね。しょうもないね。さきさんカード私に1枚売ってくれない？食べられるって思った。いいぞ、でもこんなもの何に使うんだ？誰かの制作物であるからにはどんなものか気になったのよ。値段はこのリストの数値でいいかしら？はいよ。野球さんめっちゃへこんでるじゃん。ウケる。研究巷の算段はこうだった。競争の激しい地区紹介でカードが有効すれば、多大な利益をもたらし私のパワーを高めてくれるはず。と、弱った力を一気に取り戻す完璧な作戦と自画自賛し慢心していた。しかし強力な動物霊に信仰心はないに等しく、力になるのは人間霊のみである。さらに彼女の予測も虚しく、3人のしょうもない談笑により阻止され地区紹介でカードが流通することはなかった。カード異変解決後、カードの仕組みを理解した非鉄分が巷の元へ押しかけてありもしない借りを返すよう恐喝するのはまた別のお話。